はい、皆さん、こんにちは。ゆかです。今の時間はもうすぐ11時になります。これから一人の生徒のレッスンがあります。レベルは N3 で文法です。実際に私がどういうふうにレッスンしているのか、皆さんにお見せしたいと思います。こんにちは。はい、こんにちは。元気ですか？元気です。明けあ、ましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。よ今年もよろしくお願いします。ろしくお願いします。はい、今日は1月何日ですか？レッスンの最初の数分で私はいつも今日は何月何日ですか？最近何をしましたか？と必ず聞くようにしています。会話の練習のために必ず話す練習を最初に入れています。私は週末にみんなが何をしたのか、その話を聞くのがいつも楽しみです。宿題をチェックしましょう。で、まず最初に宿題をチェックしています。どんなところを間違えたのか、ここはどういうふうに言ったら正しい日本語なのか、日本人らしい言い方はどんな言い方かなっていうのを確認しています。今のこのレッスンでは生徒から出た質問に答えているところですね。私も一生懸命説明していますね。はい。で、文法のレッスンに入りました。教科書はトライの N3 で85と86の文法です。今は文法の説明をしていますね。飲み切る。まだ飲み切っていません。と言っています。で、これも説明をしていますね。読み切るかな。で、これは私が作っている文法の資料です。1番と2番は私が考えた文で、3番と4番は今の生徒の机の上にあるもの、身近なもので説明しています。あとは詳しく説明して、次は86の文法ですね。これもいろいろ発音とか、46の文法、図っていう文法が出てきたので、それの説明と合わせてしています。で、文法のレッスンが終わって、最後は宿題の確認と次のレッスンの日にちの確認ですね。で、最後にちょっとお話しして終わります。この生徒は1年ぐらい私のレッスンを受けています。はい。で、こういう感じで今レッスンが終わりました。レッスンが終わった後は宿題を作って送ります。あとはさっきのミーティングチャットに書いた言葉とかをメモしておいたり、あとは次のレッスンの時にもう一回聞いてみたりしています。今から皆さんに私の宿題を紹介します。宿題は基本的には Google ドキュメントを使っています。でも中国に住んでいる方は Google が使えないという人もいるので、そういう時は PDF で送っています。この宿題はさっきの生徒が勉強した文法の宿題です。さっきは2つの文法を勉強したので、85と86の文法の宿題があります。この宿題では、まず1番、ここから言葉を選んで、正しい形にして文を作るという問題です。手形にしたり、多形にしたり、あとは名詞にしたり、そういう問題です。2番は自分で文を作る問題です。いろいろ皆さんの想像力を働かせて、皆さん面白い文だったり、この文って本当の話かな？作った話かな？って思うような文もたくさんありました。ここは私好きです。皆さんの個性が出るところですね。で、最後の5番は、もう全部自分で考えてくださいっていう問題です。
で、次の文法も同じ感じですね。文を作ってください。この問題は文を作るだけの問題です。私がおすすめしている語彙の教材を使った宿題はこちらです。教科書がある人は、そのまま同じ言葉がここに教科書に書いてあります。で、自分で読み方、ここにひらがなを書いて、ここに品詞、動詞、いい形容詞、な形容詞、名詞、それを書きます。で、ここは母語訳。皆さんの国の言葉で意味を書きます。最後に例文です。この言葉を使って自分で文を作ってくださいという問題で、ここが一番難しいところかなと思います。でも文を作る練習をすれば、どんな時にこの言葉を使うのかな？私が今書いた文は正しいかなっていうのがわかるので、とてもいい部分だと思います。ちょっと語彙の量が多いですね。たくさんあるから、忙しい人にはちょっと大変な宿題かもしれません。はい。で、こちらがみんなの日本語第10課の宿題の例です。みんなの日本語の第10課では、あります、いますを勉強するので、いますはどれですか？ありますはどれですか？ここから選ぶ問題があります。で、また上、下、中とか左、右、これを勉強するので、その問題もありますね。例は、これは机の上です。じゃあこれは何ですか？これは何ですか？ここに自分で書いていきます。で、最後に質問があります。あなたの部屋に何がありますか？勉強した文法や言葉を使って皆さんの部屋、今どんな部屋ですか？それを書いてもらいます。このような宿題があります。で、みんなの日本語のレッスンでも私は必ずこの語彙の宿題を出しています。動詞は2つ、形容詞は1つ。でも名詞はたくさんありますね。この言葉、読み方、これはひらがななので書かなくてもいいですが、漢字がある言葉はひらがなの読み方を書きます。そして母語訳、皆さんの国の言葉で意味を書きます。言葉を宿題にすることで、レッスンの時に文法を勉強して、たくさん話す時間が多くなります。なので、宿題、ちょっとたくさんありますが、レッスンの時はたくさん話すことが一番なので、宿題は書いたり読んだりすることが多いです。皆さんに私のおすすめの教材を紹介します。まず一つ目は、みんなの日本語です。これはとても有名なので、知ってる人もたくさんいると思います。私のレッスンでは、初級の生徒はみんなの日本語を使っています。1と2です。この本を全部勉強したら、N4 と N5 のテストは合格できると思います。次に、JLPT を受ける人におすすめの教材です。私はこのトライっていう本がとても好きです。私のレッスンでは N4 から N1 のテストを受ける人はみんなこの本を使っています。さっき私が皆さんにご紹介した私のレッスンでもこれの N3 を使っていました。次はこちらの教材です。新完全マスターという教材です。これもとても有名なので、持っている人はたくさんいると思います。この本は
先生と一緒にレッスンをするときに使う教材じゃなくて、全部自分で勉強しましたという生徒が復習のためにが、もう一度文法を全部まとめたい。同じような文法があって、意味が混乱してわからなくなっちゃうっていう生徒におすすめです。この教科書は似ている文法がまとめて書いてあるので、この文法とこの文法の違いは何なのかというのがこの1ページですぐわかるようになっています。あとは問題もあるし、最後のページには模擬テストもあります。なので、この教材を使うなら自分で勉強してまとめていくのにおすすめです。で、この教材は、これは文法ですが、読解や聴解などもあるので、苦手な分野だけを買うことができます。次は、この教材です。日本語パワードリルです。これは、文字語彙と文法の2種類あります。私はどちらもおすすめです。でも、この教材も全部勉強しましたという学生におすすめです。JLPT を受ける1ヶ月前、2ヶ月前にやるのがいいです。全部問題なので、説明とか意味、言葉の意味とかは書いてありません。後ろに答えがあるんですが、答えにも説明が書いてないので、どうしてここを間違えたんだろう。これはどういう意味なのかなってなったときは自分で調べなければなりません。で、この教材も N2 だけじゃなくて N1、N2、N3 は見たことがあります。N4 と N5 はあるかな、ちょっと見たことがないんですけど、N3 から N1 は売っていますので、よかったらチェックしてみてください。はい。最後はこの本です。これは教科書ではなくて、小説みたいな本になっているんですね。で、中の日本語がとても難しくて、日本人向けに書かれているので、N1 レベルぐらいかなと思います。もし私のレッスンを受けてみたいという人がいたら、必ず教科書は買ってください。私も教科書があって、皆さんも教科書がないとレッスンができません。本を買ってもいいし、Kindle の電子書籍でもいいです。私は電子書籍が好きなので、半分以上の教材は全部 Kindle で購入して、iPad に入れて、メモができるようにしています。はい、皆さんいかがでしたか？ここまで見てくれてありがとうございました。私はインスタグラムやポッドキャストもやっているので、ぜひ見てください。ポッドキャストはまだ始めたばかりで、一つしかエピソードがないんですが、これからも続けていきます。皆さんの役に立てればいいなと思っています。ではまた次の動画も見てください。バイバイ。